こっちだ。兄様、お兄ちゃん、戻ってこい。みんな、僕は大乱闘に参戦する。何をやっているんだカムイ。ごめんみんな、僕は戦わずにはいられないんだ。どちらにもつかないばかりか、未知の軍団と一戦交えるとは。しかしあの方たちすごく強そうですよ。お兄ちゃんなら全然平気だもん。ヤトの神が見たことのない形になっているな。ちょっと痛そう。あれは竜戦。新素竜の力か。完全に使いこなしているみたいですね。さすが。あれは異界の英雄たちか。負けるわけにはいかないね。行きますよ。兄様が姉様になってしまわれました。お姉ちゃんかっこいい。僕は選んだ。大乱闘で歴戦のファイターたちと戦う道を。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正宏です。長らくお待たせしました。今回は最後のスマブラ 4-3DS Wii U の特番となります。最後まで楽しんでいただければと思います。ファイヤーエムブレム IF より主人公カムイの参戦が決まりました。ダウンロードファイターを作るのならこれから発売する最新作からも参戦させることを協議した結果、白羽の矢が立ち制作を進めたのがカムイです。日本ではすでにファイヤーエムブレム IF が発売されて久しいですが、海外ではこれから今遊んだゲームのファイターが参戦するという貴重なタイミングなのです。 Wii フィットトレーナーやルフレと同様、男性と女性が選べます。性能は同じなのでお好みでどうぞ。手にしている剣は変化する剣ヤトの神の最終進化系終夜だけど、ヤトの神の攻撃はメインではありません。カムイは竜の血族で竜戦という体を変化させる能力を持っています。それにより他のファイターではまず見られない攻撃を繰り出すことができます。全身を竜にすることもできますが、技の一部では部分的な形状変化をします。スマッシュ攻撃横はこんなにも長い。尖った手足を使う攻撃は先端が強いので距離をうまく調整しましょう。後ろ空中攻撃は竜の翼を展開して羽ばたきます。この時に少し速度がつくので復帰時にうまく使えば距離を稼げるかもしれません。竜戦の能力が発動する時には仮面のように頭部が変化します。通常必殺技はボタン長押しで貯めることができる飛び道具竜戦車。ヒットすると相手が少ししびれます。発射後相手が近ければ鋭く変身した手によって相手に噛みつくことができます。これもボタン長押しで貯めることができ、うまく当てれば大ダメージ大吹っ飛びが見込めます。横必殺技はジャンプして斜め下を突き刺す超総突。これ
単純につくだけではありません。うまく地面に突き刺せばその場にとどまることができます。これを利用し地面もろとも相手を突き刺すことで足止めすることが可能です。突き刺し後は前方キック、後方キック、ジャンプ、キャンセルができます。相手に突き刺してから状況に応じて決めていきましょう。上必殺技は竜の羽を広げて飛ぶ昇竜翼。翼を広げるので攻撃範囲が広いのが特徴です。また操作できる角度もかなり大きめ。使い分けていきましょう。下必殺技は反竜戦。エンブレム系のファイターがよく持つおなじみのカウンター技です。見た目の大きな違いは竜に変身することですが、よく見ると相手の攻撃がヒットしていません。上に吹っ飛ばすこと、左右均等に攻撃をすることなども違いとして挙げられます。そして最後の切り札は激流砲。近くにいる相手を水の渦に引きずり込み一気に殲滅する技です。ダウンロードファイターのカムイには専用ステージがありません。なら曲は増えないのかと思えるところですが、 Wii U 版のカムイをお買い上げいただくと2曲追加されます。1曲はファイアーエムブレム IF メインテーマ IF 一人思うボーカル付きです。もう1曲は参戦ムービーに流れていた同曲のアレンジバージョンです。ファイアーエムブレム系のステージに追加されますので、5レ曲セレクトの確率で調整してください。 3DS 版には特別に龍馬とマークスのフィギュアをつけました。先ほどの参戦ムービーにも登場した白夜と暗夜の兄王子です。イメージイラストはファイアーエムブレム IF においてキャラクターデザインをされている小崎祐介さんに描いていただきました。ルフレのイラストに続き2枚目の参戦イラストとなります。公式ウェブサイトで見ることができますのでよろしくお願いします。新ファイターカムイは2016年2月に配信する予定です。配信日については決まり次第公式ウェブサイトで発表させていただきます。ファイナルファンタジーシリーズからクラウドストライフ参戦です。特に無茶とも言える参戦希望が叶いました。ファイナルファンタジーキャラクターの参戦希望は多々あれど、ダントツ人気を誇るのがクラウドです。スマブラファイターとしてのクラウドがダウンロード可能になるまでもうすぐ、この情報もまとめてお送りしたいと思います。身の丈ほどもあるバスターソードを軽々と扱いながら、スマブラならではの体術と要素を巧みに織り込んでいます。スマッシュ攻撃横は高速で3連撃を放ちます。目にも止まらぬ剣さばきです。原作を意識したノイズっぽいヒット音も実装しています。コスチュームはファイナルファンタジー7オリジナルのものとファイナルファンタジー7アドベントチルドレンのものの2種類を用意しました。アドベントチルドレンコスチュームは左腕の精魂を隠す布をつけている時と外している時を表現する力の入れようです。ファイターとして特に大きな特徴はリミットブレイク。リミットはダメージを受けたり攻撃をすることでたまります。リトルマックの KO ゲージに近いですが、リミットは普段見えません。しかし下必殺技でもリミットゲージを貯めることができ、この時に確認できます。リミットが最大になるとリミットブレイクが発動。青いオーラをまとい少しだけ運動性能が上がります。そして一発だけ必殺技がリミットブレイク版になります。通常必殺技は波攻撃。地を這うウェーブ弾で広い攻撃範囲を持ちます。空中でも撃てますが地上で放った方が威力高めです。リミットブレイク版は連続ヒットと強い吹っ飛びを招きます。
横必殺技は強斬り。クラウドを代表する剣術でヒットと3回のボタン入力によって強の字が完成します。攻撃力が高いのが強みですが、シールドされると隙を晒してしまいます。シールドされていたら出し切る前に止めましょう。リミットブレイク版は攻撃力に加えて吹っ飛ばし力も伴います。上必殺技はクライムハザード。相手を突き刺しながら上昇。ボタンを押すと高速落下できる技です。復帰にはボタンを押さないように。リミットブレイク版は上昇力がかなり上がります。攻撃より復帰をフォローするのに使うのが良いでしょう。リミットブレイクを保持していたいばかりに使う前に吹っ飛ばされ、使うことを余儀なくされる場合も多々あります。下必殺技はリミットチャージ。リミットゲージを任意で貯めることができる技です。しかしリミットブレイク時には画量転生という全く別の技になります。これはダメージこそ1しか与えないものの吹っ飛ばし力が相当に強い技。ある程度ダメージが溜まったファイターは警戒すべきですね。そして最後の切り札は超級武神破山。相手に超連続攻撃を加え叩き伏せる技です。クラウドはやはりこれでなくてはと思いますね。新ステージミッドガルもご紹介します。ファイナルファンタジー7で序盤の舞台になったマコーロやシンラビルがあったところでサイバーパンクの世界を感じさせます。ここには召喚マテリアが出現し、取得したファイターが召喚獣を呼ぶことができます。どちらかというと直接攻撃するものよりは地形自体を変えてしまうものが多いです。イフリート、地獄の火炎を巻き上げ地形自体を動かします。炎に触れるとダメージを受けますが、ステージの位置による駆け引きの変化にも気をつけたいところです。ラムー、裁きの雷で浮遊地形を動かします。帯電している床はすり抜けることはできるけれど蓄積ダメージがたまります。上に乗ると呼び出したファイター以外はしびれます。オーディン、斬鉄剣でステージを一刀両断します。直接切られることはほぼないと思いますが、切られた場合は即ミスを覚悟しましょう。ステージの真ん中はメテオスマッシュの狙い目です。ステージが戻るとき挟まれないようにも注意しましょう。リヴァイアさん、大解消によって右から左へ水を流します。激流などがある他のステージと異なるところは水で流れてミスになった場合、召喚獣を呼んだプレイヤーの得点になることです。バハムート霊式、衛星軌道上から強力なテラフレアを放射します。直下型でしばらく放射が続くので、召喚者はうまく相手を巻き込むというでしょう。召喚獣の攻撃で撃墜された場合、召喚マテリアを拾った人の得点になります。召喚マテリアは可能な限りゲットしていきましょう。 3DS 版のクラウド、ミッドガルステージも作りました。召喚獣もちゃんと出現します。クラウドの参戦イメージイラストは野村哲也さんに描いていただきました。オリジナルのデザインをされた野村さん自ら手掛けてくださったことに感謝しております。このタッチで任天堂キャラクターが見られるのは非常に珍しいですし、リンクとクラウドの対決が公式に描かれるのも画期的です。ダウンロード開始はこの放送終了後数時間以内に行います。配信開始後は混雑する可能性がありますが、今しばらくお待ちください。価格はご覧の通りです。ファイナルファンタジーからまさかの参戦が叶ったクラウドをぜひ手にしてください。
クラウド配信と同時にミーファイターのチョコボの帽子を配信します。ミーファイターへのアクセントとしてどうぞ。それとスクエアエニックスさんつながりでもう一つミーコスチュームを配信します。スーパーマリオ RPG からジーノのコスチュームです。彼は腕を10にして射撃しますが、ミー射撃タイプもそうなので相性抜群です。今回は最後の放送ですから、最後のミーコスチュームもご紹介します。ところで過去に配信したミーファイターは紹介ムービーや画面写真で元キャラクターに似せた顔になっている場合があります。公式ウェブサイトでは一部のキャラクターに QR コードが用意されています。ここでミーをダウンロードすればそこそこ似せたファイターがすぐに作れると思いますのでご利用ください。ダウンロードファイターを制作してそろそろ1年になろうとしています。しかし、いよいよクライマックスです。これから最後のファイターを発表しようと思います。スマブラ4任天堂 3DS Wii U における最後の参戦ムービー、とくとご覧ください。ピッと油断しないで。誰かが急速に迫ってきています。あら珍しい。まだ天使が残っていたとはね。私と一緒に踊ってみない？オルテラ様、あれはアンブラの魔女です。絶滅したと思っていましたが。あら随分ね。滅ぶべきはあんたたちじゃないの4丁の拳銃を使うバレットアーツに注意なさい。追い打ちですか？簡単には許してあげないわよ。おお、でかい！魔人の手足を召喚する攻撃はウィケットウィーブと言います。まだまだね。時間の流れがウィッチタイムですね。魔女は時間をも支配します。それで全力？If you need to learn how to talk to a lady, ask your mother.
まだ遊び足りないわ。砕け散れ。これは手強い。ぼやぼやするなピット。さあお楽しみはこれからよ。ショータイム。あれはゴーラ。大魔獣召喚まで使えるなんて。さあ次は女神様の番かしら。首を洗って待ってなさい。天使を狩るアンブラの魔女ベヨネッタ、満を持して参戦です。投稿権というファイター参戦アンケートを取っていましたが、ベヨネッタは欧州ではなんと1位、また北米においても上位5位以内に入っています。これは既存ファイターを含めたランキングです。ベヨネッタは交渉と実現が可能なキャラクターにおける世界集計第1位ということになりました。スマブラにおけるベヨネッタは原作らしさをファイターとして表現した多くの特徴があります。うまく操作しようとすればするほど原作を思わせる操作感になっていくことでしょう。まずコンボファイターです。弱攻撃のみならず横強攻撃、前空中攻撃なども連続攻撃になります。ただ技が出るまでの時間はやや遅め、これも原作寄りです。必殺技にも特殊なコンボがあり、理解できれば華麗に空中で連続攻撃を重ねることもできます。ベヨネッタらしく振る舞ってみましょう。攻撃後にボタンを長押しすると銃による追加攻撃が入ります。これはほとんどの技に組み込まれており、連続攻撃の途中でも銃撃できます。ただ相手は銃撃ではほとんどダメージリアクションを取らないので反撃に注意が必要です。ベヨネッタは手足に4丁の拳銃を備えていますから、パンチでもキックでも銃撃ができます。遠くの相手に追加ダメージを与えたり、撃墜による得点を奪うことも可能です。なおベヨネッタ2の銃はラブイズブルー、ベヨネッタ1の銃はスカボローフェアと言います。それぞれ4丁ずつ違う名前がついています。そしてウィケッドウィーブ、髪の毛を触媒にして上級悪魔マダムバタフライの手足を召喚打撃します。これはスマッシュ攻撃でいろんな意味で特大級です。崖際で使う下スマッシュ攻撃は恐ろしい効果があります。ベヨネッタ最大の特徴である相手の攻撃を瞬時に見切ってスローにするウィッチタイム、これは下必殺技でカウンターのように発動します。相手が遅くなっている間に反撃をしていきましょう。画面全体がいちいちスローになると困るので、相手だけをスローにさせる技となっています。なお相手を遅くする時間はいくつかの条件で決まります。相手の蓄積ダメージが大きいほど長く作用します。また連続使用は効果時間が縮まります。ウィッチタイム発動が少し遅めのタイミングになるとバッドウィズインが発動しダメージを軽減します。バッドウィズインは失敗気味の回避にも入るようになっていて、ベヨネッタを守ります。特徴的なエフェクトも多数登場し華やかです。着地には蝶が舞い、ダメージを受けるとバラが散り、空中ジャンプでは蝶の羽が出現します。ジャンプ時の魔法陣、銃撃エフェクトなども個性的です。 Wii U 版では落ち影がマダムバタフライのものになっていたりします。またやたらと長いアピールがあります。途中でキャンセルすることもできますので、気が向いたら踊りましょう。コスチュームはというと、ベヨネッタ2におけるショートカットの青いコスチュームと、ベヨネッタ1の記憶を失った魔女のコスチュームの2通りを用意しました。中にはジャンヌをイメージした配色もあります。
日本にだけ特殊な仕様が入っています。記憶を失った魔女のコスチュームにすると英語で喋るようになります。お好みでどうぞ。 Ask your mum. 通常必殺技はバレットクライマックス。手で打ったり足で打ったりします。斜め上に打つという癖のある飛び道具ですが高速で連射可能です。またボタンを押し続けるとチャージバレットになります。横必殺技は地上で出すとヒールスライド。ボタンを押し続けることにより銃撃とは別に追加キックが出せます。これでコンボにつなぐこともできます。横必殺技は空中で出すとアフターバーナーキックになります。地上空中で名前が変わる初めてのケースです。空中でアフターバーナーキックを当てると再度アフターバーナーキックを出すことができます。また下に入力してから出すと斜め下にキックします。いわゆる波動拳コマンドを入力すれば出しやすいかと思います。これもコンボの起点にできます。上必殺技はウィッチツイスト。上昇系の必殺技ですが技発動後に動くことができ空中ジャンプ後にはもう一回使えるという特徴があります。なおボタンを押し続けると銃撃も出るので少しでもダメージを与えるためには長押しで。復帰時にはウィッチツイストを使いその後空中ジャンプさらにウィッチツイストでウィッチツイスト後に空中コンボやアフターバーナーキックにつなげることも自由です。ただし行動を重ねるごとに着地の隙は大きくなるのでご注意を。こんなコンボも可能です。とても恐ろしいので受ける側は回避などを試みましょう。最後の切り札は大魔獣召喚。これもまた特徴的な発動をします。最初にウィッチタイムが発動し画面全体がスローになります。クライマックスゲージが出ますので相手に対して攻撃を当ててゲージを増やしましょう。クライマックスゲージが最大の時攻撃した相手に対して魔獣ゴモラを発動します。ゴモラの飲み込みが終わった時点で蓄積ダメージが100以上になっていると相手はその場でミスになります。デンジャーゾーンのような扱いですね。多人数対戦においてもまとめて口に放り込むことができますのでお試しください。そして専用ステージアンブラの時計塔。ベヨネッタ1で非常に特徴的だったオープニングにおける時計台の落下を再現しました。基本的には真っ平らな地形ですが自由床が並走して駆け引きを変えます。地形をうまく利用することが勝利への近道です。途中で異界プルガトリオに入ると天使の軍勢が見えるようになり抜けると見えなくなります。天使の軍勢インスパイアドやフォルティトゥードもゲストで顔見せします。 Wii U 版は原作のベヨネッタ1、2の中から特徴的な曲をピックアップしました。スマブラ用のアレンジもあります。こちらもお楽しみください。ベヨネッタのフィギュアはもちろんジャンヌやロダン、セレッサのフィギュアも作りました。ベヨネッタをダウンロードすると漏れなくもらえます。イメージイラストはプラチナゲームズのベヨネッタ制作スタッフ船橋英二さんです。光と闇の対決をテーマにした非常に見応えのある作品になっていますので公式ウェブサイトでじっくりと見ていただければと思います。これもまた夢の参戦となったベヨネッタ。配信開始には今しばらくお時間をいただきます。お楽しみにしてください。カムイと同じく2016年2月に配信する予定です。配信日については決まり次第公式ウェブサイトで発表させていただきます。amiiboのお知らせです。amiiboの竜ロイの発売日程は2016年春になる見込みです。発売までしばらくお待ちください。そして今日発表しました3人のファイターは
全てアミーボで制作することを決定しました。クラウド、カムイ、ベヨネッタ、それぞれアミーボ化されます。発売日は未定ですので続報をお待ちください。今回ご紹介したファイターはカムイ、クラウド、ベヨネッタの3人ともそのファイターにしか持ち得ない個性や特徴があります。戦法も独特ですので使ってみるのも対戦相手にするのもぜひお楽しみいただければと思います。本編の開発終了から1年以上ファイターやステージを作り続けた結果大所帯になりました。ファイターは全部で58ファイター、ステージは Wii U 3DS を合わせて84ステージ、ミーコスチュームは男女別のものを換算すると99着、帽子は97着、フィギュア数は Wii U が743体、3DS が707体、ファンファーレなどを除くステージなどの曲数は合計508曲。対戦型アクションゲームとして記録的な数字と規模だと思います。ダウンロードコンテンツは開発中に作っておき発売日近くで出すのが最も売れます。しかし今作では切り売りをせず本編の開発終了後に一から作りました。それぞれ非常に手がかかりましたがこの制作が実現できたのも支持してくださった皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。大乱闘スマッシュブラザーズ4任天堂 3DS 同 Wii U ではさまざまなファイターたちが登場し夢の共演を果たしました。だんだん乗ってきたよ。これからも多くの作品で彼らが活躍することを祈ります。またそれぞれのゲームの制作者の方々やファンの方々にも感謝を申し上げます。それではどうもありがとうございました。This way! Big brother? He's my brother! We're your family. I'm so sorry, everyone. I feel like I have no choice but to... Join Smash! What are you doing? Yeah! Corrin! Sorry, big brother. I've made my decision. How could you? You're giving up on us and battling completely unknown opponents. They look tough. Not a problem for my big brother. The Otto Blade is taking on a form I've never seen. Ooh, that looks painful. He's using Dragon Fang! The power of the first dragons. Wow, he's really mastered it, hasn't he? What did you expect? Are those warriors of the Outrealms? Not to worry.
Big brother's now big sister. Wow! Even better! I've decided. My path is to take on the legendary heroes of Smash. I'm Masahiro Sakurai from Sora Limited, the director of Super Smash Bros. Thank you for waiting. This will be the last video presentation of Super Smash Bros. For Nintendo 3DS and Wii U. I hope you'll enjoy this finale. The main character from Fire Emblem Fates, Corrin, will be joining the fight. As we developed new fighters, we thought to include someone from this upcoming game. That's how we decided to begin production on Corrin. It's been a while since the new Fire Emblem title launched in Japan, but we're now just a couple months away from launching it in the rest of the world, so you'll get a chance to become familiar with Corrin before you play the game. As with Wii Fit Trainer and Robin, you can choose to play as a male or female version of Corrin. Both perform exactly the same, so it's all up to personal preference. You may notice the sword in Corrin's hand. It's the final form of the weapon Yato, called Omega Yato. However, that is not his primary way of fighting. Corrin has the blood of a dragon in his veins, and this lets him transform. This ability allows him to pull off attacks that no other fighter can. He's capable of changing entirely into a dragon, but some of his moves transform only some parts of his body. His side smash attack has tremendous reach. The tip of this attack is especially powerful, so consider how far you are from your opponent when you use it. When using back air attacks, Corrin briefly sprouts wings. He moves forward when his wings appear, which may just give you the extra boost you need when recovering. After activating a dragon attack, his head changes in appearance. Corrin's standard special can be charged up by pressing and holding the B button, the Dragon Fang shot. If you land it, your opponent will be paralyzed for a bit. After firing, the transformed hand can also bite a nearby opponent. This follow-up attack can also be charged by holding the B button. This combo deals a lot of damage and can really launch a foe. Corrin's side special is a jump followed by a low thrust to the side, the Dragon Lunge. But this is not just a simple thrust. If you can stick your weapon in the ground successfully, you can remain hanging where you are. You can even pin your foe in place with this move. After pinning them, you can use a front kick, back kick, jump, or cancel. Pin your opponent, then decide what to do based on the situation. The up special puts Corrin's wings to work, Dragon Ascent. At full wingspan, Corrin has a wide attack range. You can control the angle for a wider attack too. Use it wisely. Corrin's down special attack is Counter Surge. It's a counter move familiar to fans of the Fire Emblem fighters. One big difference is a visual one, the Dragon Transformation. Look carefully and you can see that the opponent's attack doesn't reach you. Other differences include being able to launch opponents upward and attack left and right equally. Corrin's final smash is Torrential Roar. You can pull in several nearby opponents with a whirl of water and then finish them off all at once. There is no exclusive stage for this new fighter. What about new music then, you say? Yes, if you purchase Corrin for the Wii U version, you can get 2 additional music tracks for free. The first one is the Fire Emblem Fates theme song, Lost in Thoughts All Alone. It includes vocals.
The other is a remixed version of the same song we played in the new Challenger video earlier. Both songs will be added to the existing Fire Emblem stages, so you can adjust the odds of them playing in My Music. In the Nintendo 3DS version, as a special bonus, we added trophies of Ryoma and Xander from Fire Emblem Fates. They are the eldest brothers from the Hoshido and Nor kingdoms, respectively. Corrin's new Challenger illustration was created by Yusuke Kozaki, who is taking care of character designs for Fire Emblem Fates. This is his second Challenger illustration. His first was for Robin. Please check it out on the official website. We're targeting a February 2016 release for Corrin. We will announce the exact date later on the official website. From the Final Fantasy series, Cloud Strife will soon join the battle. Adding this character seemed all but impossible, but we made it happen. We have a lot of requests for Final Fantasy characters to join Smash Bros., but of all of them, Cloud has been requested the most. Cloud will be available to download as a Super Smash Bros. Fighter soon. I have some information to share about him as well. As usual, Cloud deftly handles a Buster Sword as big as his body, but we've weaved in some unique moves and elements too. His side smash will unleash a high-speed 3-hit chain attack. Watch his sword move at lightning speed. The sound effect that plays when he hits is inspired by the original game. And the two types of costumes include the original from Final Fantasy VII and one from Final Fantasy VII Advent Children. The Advent Children costume has a version with the sleeve covering the geostigma on his left arm and a version without. Such detail! An especially unique feature to this fighter is his limit break. A limit gauge will fill up as you receive damage or attack opponents. It's similar to Little Mac's KO gauge, but it isn't normally visible. However, you can charge up the limit gauge with Cloud's down special attack while checking in on this meter. When the gauge is maxed out, his limit break will be activated. This will surround Cloud in a blue aura, slightly increasing his stats. And, for one use only, each of his special attacks will be replaced with limit break versions. Cloud's standard special is Blade Beam. This is a wave bullet that moves along the ground and it has a wide attack range. You can use it in the air as well, but it's more powerful on the ground. The limit break version of this special attack leads to a combo hit and a stronger launch. His side special is Cross Slash. It's Cloud's specialized sword move. By pressing the button 3 times when hitting an opponent, you can complete the Japanese word Kyo. It has high attack power, but if the opponent uses their shield, it will create an opening for them to attack just before you finish the combo. Be careful. In addition to the damage, the limit break version has more launch power. The up special is Climb Hazard. Strike the opponent, ascend, then press the button again to fall and strike at high speed. When recovering, make sure not to press the button a second time. The limit break version climbs much higher. The extra height is especially useful when recovering, rather than attacking. Sometimes you'll want to save the limit break for later, but get launched before you can actually use it. Often you end up having no choice but to use limit break to recover. The down special is Limit Charge. With this move, you can manually charge the limit gauge. However, when the limit gauge is fully charged, the down special becomes a completely different move called Finishing Touch. This move only causes 1% damage, but its launch power is extremely strong. Fighters who've accumulated a certain amount of damage better watch out. And of course, his final smash is Omni Slash. Perform a special combo attack on the opponent, then crush them completely with this move. Cloud had to have this move, am I right?
Here's the new stage, Midgar. It's a location you'll recognize from early on in Final Fantasy VII. Both the Mako reactor and the Shinra building can be seen here. It definitely has that cyberpunk feel. Here, summon materia will appear, and the fighter who acquires it will be able to use summons. Most of these summoned monsters will do something that changes the terrain rather than directly attacking players. Ifrit. Ifrit creates an inferno that moves the terrain itself. When you touch the fire, you will be damaged. Stay alert and use strategic elements of the stage to your advantage. Ramu. Ramu manipulates floating terrain by attacking with lightning. You can pass through platforms that are charged with electricity, but you'll take damage. Only the fighter who summoned him will remain unharmed. Odin. Odin can cut the stage in half with a single slice. You can avoid this attack, but if you don't, expect to be instantly KO'd. The split in the stage is a good place to perform a meteor smash. Make sure you don't get caught in the middle when the stage comes back together. Leviathan. Leviathan floods the stage with water, which flows from right to left. The difference between Midgar and other stages with rapid currents is that if you're swept away by water, the fighter who summoned Leviathan will get points. Bahamut Zero. From high above, Bahamut Zero fires a devastating attack. It's an area of effect attack, and the flare will continue for a while, so the fighter who summoned him should try to force opponents into the blast. Whoever collected the summon materia will get a point for any fighters launched to their doom by summons. Try to get as much summon materia as you can. We created Cloud and the Midgar stage for the Nintendo 3DS version as well. Of course, you can summon in that version too. Cloud's new challenger artwork was created by Tetsuya Nomura himself. I really appreciate that Mr. Nomura, who did the original design, also created the illustrations this time. It's really rare to see Nintendo characters in this style, and it's groundbreaking that a fight between Link and Cloud has been officially drawn. Cloud will become available for purchase within hours of this presentation. Once distribution has begun, you may experience some wait times due to high server demand. Please bear with us. The price for Cloud and the Midgar stage is shown here. I hope you'll enjoy playing as Cloud, who miraculously joined the fight from Final Fantasy. At the same time as Cloud, we will release a Chocobo hat for Mii fighters. You can use it to dress up your Mii fighter. And thanks to our relationship with Square Enix, we will release another Mii fighter costume. From Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, we're adding a Geno Mii fighter outfit. Like the Mii gunner, Geno shoots from a gun on his arm, so it's a natural fit. Since this is our last presentation, here are the final Mii fighter costumes.
By the way, Mii fighters we showed in the past sometimes look like they have similar faces to the original characters in the intro videos and screenshots. On the official website, we have QR code patterns for some of these characters. If you download the Mii characters through these, you can quickly create pretty solid look-alike fighters, so please use them if you're interested. It's been almost 1 year since we started creating additional downloadable fighters. However, this is finally the climax. Here's our last fighter announcement trailer. Please take a look at the final new challenger in Super Smash Bros. For Nintendo 3DS and Wii U. Two down! Don't get careless, Pit. A challenger approaches. Huh? Oh, another angel. Must have missed one. Let's dance, boy. Who is that, Lady Palutena? It's an Umbra witch. I thought they were extinct. Cheeky. Especially coming from an endangered species. Watch out for her bullet arcs. She uses 4 guns. A pursuing attack? I like it when you play hard to get. Wow, they're huge! Her Wicked Weaves attacks summon the limbs of demons. Gotcha. So close. The time! It's witch time. Witches can control time itself. Is that all you've got? If you need to learn how to talk to a lady, ask your mum. Gotcha! Fire! Don't tell me you're done already. She's so tough! Don't be such a wimp! Almost. Time for the best part. Smashing! That's Gamora. She can also summon huge demons. Enough talk, goddess. Don't mess with a witch. The Umbra witch who hunts angels, Bayonetta. She's finally joining the battle. We've been asking for your opinion on the Super Smash Bros. Fighter ballot, and Bayonetta was the #1 choice in Europe. In North America, she was among the top 5. This ranking includes even fighters from previous games in the series. Among the negotiable and realizable characters, Bayonetta was the overall #1 choice worldwide. In Super Smash Bros., Bayonetta is a fighter with many characteristics based on the original games. The more you learn to control her, the more you can feel that she moves like the character in the original games. First of all, she is a combo fighter, and not just weak attacks. Even her strong side attacks, front air attacks, and so on can land multiple hits. However, her combos are a bit slow to start. This is also similar to the original games. Each special move can strike multiple times, so you should be able to perform some very elegant aerial combo attacks, Bayonetta style. After an attack, press and hold the button to continue attacking with her guns. This is programmed into almost all of Bayonetta's moves, so you can fire even in the middle of combo attacks. However, the shots themselves won't slow enemies down, so you have to watch out for counterattacks.
Bayonetta is equipped with 4 guns, one on each of her hands and feet so she can shoot whether she's punching or kicking. It's possible to inflict additional damage to opponents at a distance, or steal points by hitting a fighter who's about to be knocked off the stage. The guns from Bayonetta 2 are called Love is Blue, and the guns from the original Bayonetta are called Scarborough Fair. All 4 guns in each set have different names. Here's her Wicked Weaves. For this attack, she uses her hair as a conduit to summon the limbs of the infernal demon Madama Butterfly. It's her smash attack, and it's huge by any measure. When used at the edge of a stage, her down smash attack is massively effective. This is Bayonetta's signature move, Witch Time. It reacts to the opponent's move in a flash and slows down time. This is her down special attack, and it's activated like a counterattack. While your opponent is moving slowly, strike back. We can't make the entire game slow down every time she uses Witch Time, so instead, it only slows down the opponent you're countering. The length of slowdown time is determined by several factors. The higher the opponent's accumulated damage, the longer the effect. But if you use it repeatedly, its effect will be shorter. When Witch Time is triggered late, Bat Within will be activated instead, reducing damage dealt by your opponent. Bat Within protects Bayonetta even when her dodge move is about to fail. Many of her signature visual effects appear as well, adding a bit of flashiness to brawls. When she lands, butterflies appear. When she's damaged, roses fall. And aerial jumps show off her butterfly wings. During jumps and gunshots, unique magic circle effects turn up too. And in the Wii U version, Bayonetta's shadow is in the shape of Madama Butterfly. Also, there's an extremely long taunt. You can cancel it in the middle too, so you can dance if you want to. Bayonetta has 2 costumes. There's the blue costume from Bayonetta 2, featuring her shorter hair, and the A Witch with No Memories costume from the original Bayonetta. There's also a color variation inspired by Jean. Bayonetta's standard special is Bullet Climax. She can shoot with her hands or her feet. The guns always shoot slightly upward, but you can fire continuously. Also, if you press and hold the button, this attack will charge up. If used on the ground, her side special is Heel Slide. By holding the button, you can add a kick at the end. This way, you can make a combo as well. However, if you use it in the air, her side special is Afterburner Kick instead. This is the first time ever that the name of the move changes depending on where you use it. If you hit your opponent in the air with Afterburner Kick, you can then strike with another one. Also, if you use the Afterburner Kick after pressing down, then you can angle it diagonally downward. Let's just say, if you often use Ryu's traditional Hadoken command, it should be easy to do. This can also be used as a starting point of a combo. Her up special is called Witch Twist. This special attack takes you skyward, but you can move immediately after you've activated it, and you can use it once again mid-jump. If you keep holding the button, you can shoot too. Try holding the button to rack up more damage. When recovering, use Witch Twist, then jump, and Witch Twist again on top of that. You can even add in airborne combos and an Afterburner Kick after using Witch Twist too. However, the more moves you add, the larger the opening you'll leave when you finally land, so be careful. Fierce combos like this are more than possible. If you're on the receiving end, try to fend them off. Her final smash is Infernal Climax. The way this move activates is also very unique. First, Witch Time goes into effect and the entire screen slows down.
The climax gauge will be displayed, which means it's time to damage opponents to fill up the gauge. When the climax gauge is full, you'll summon the infernal demon Gamora, who will lunge for any opponents you attack while maxing out the gauge. Once Gamora has finished chewing, if the opponent's accumulated damage is over 100%, they'll be finished immediately, so it works like a danger zone. You can also throw in multiple opponents at once, so please try it out. There's also a Bayonetta stage, Umbra Clock Tower. We've recreated this extremely memorable and iconic opening scene from the original Bayonetta, the Falling Clock Tower. Basically, it's a flat platform, but moving platforms run right next to it just to mix things up. If you want to win, utilize the terrain well. In the middle of a match, once you enter the alternate world, Purgatorio, you'll see an army of angels, and once you pass it, you won't see them anymore. Angels like Inspired and Fortitudo have guest appearances as well. For the Wii U version, we picked some memorable songs from both the original and Bayonetta 2. There are also songs arranged specifically for Super Smash Bros. We hope you enjoy them. In addition to Bayonetta, we created Jean, Rodin, and Cereza trophies as well. If you purchase and download Bayonetta in Super Smash Bros., you'll get them all. Bayonetta's new challenger illustration was created by Bayonetta development team member Eiji Funahashi. It's an impressive work showcasing the fight between light and dark, so take some time to soak in all the details on the official website. Bayonetta's inclusion is another dream come true type of situation. We'll need a little more time, so please be patient until she is released. Just like Corrin, we're targeting a February 2016 release for Bayonetta and the Umbra Clock Tower stage. Once it's finalized, we will announce the exact release date on the official website. And now we have some news about amiibo. Amiibo of Ryu, Roy, and Rob, with his Famicom colors, will be released on March 18th, 2016. Please stay tuned for retailer and pre-order information. And we can also confirm amiibo production for the 3 fighters that we covered today: Cloud, Corrin, and Bayonetta. Each of them will have amiibo figures. Their release dates are still to be determined. Please wait for further information. Each of the newly announced fighters, Corrin, Cloud, and Bayonetta, have specific characteristics and skills. Their battle styles are all unique as well, so we hope you enjoy playing as them and fighting against them. It's been over a year since we finished development of the original game. We've continued to develop new fighters and stages, and it's created a huge volume of content. The total number of fighters is 58. Counting the Nintendo 3DS and Wii U versions together, the total number of stages is 84. And counting the male and female versions together, the total number of Mii fighter costumes is 99. There are 97 hats. The total number of trophies is 743 for Wii U and 707 for Nintendo 3DS. The total number of music tracks, such as stage music, is 507, victory jingles and the like aside. I believe these are record high numbers for a competitive action game. In terms of sales, it's certainly best to create downloadable content while developing the original game, then release them close to the game's launch. But for this specific title, we created downloadable content from scratch after finishing the original game's development. Each piece of content requires intense work. Without your support, we couldn't have made it. Thank you so much. In Super Smash Bros. For Nintendo 3DS and Wii U, a variety of fighters have appeared, making possible certain matchups we never would have imagined. We hope all of these characters will continue to make great appearances in many titles to come. I greatly appreciate the developers of each game featured and the fans. And with that, I thank you.